皆さんこんにちは。この動画を撮ったのは6月のある土曜日の朝7時過ぎです。朝日が眩しいですね。今日は皆さんとお散歩に行きたいと思います。前に武田通りという通りを歩いて武田神社に行くウォーク&トークの動画をアップしました。今日はその武田通りの西側の地域の細い道を歩きます。新しい家や古い家、きれいな家やそうじゃない家などいろいろあります。日本の小さい町の住宅街が実際はどんな感じかわかると思います。最後には怖いお地蔵さんも出てくるので楽しみにしていてください。私はよく散歩に行くんですが、こういう細い道を歩きながら人の家を見るのが好きです。いろいろな家があるので面白いです。じろじろ見たら悪いかなと思いつつ、じろじろ見ています。あそこに猫が歩いていますね。いろいろ見たいので、できるだけ行ったことのない道に行くようにしています。ここは田んぼです。田んぼはお米を育てるところです。こうやって家と家の間に突然田んぼがあるのは普通のことです。ここは車がすれ違うのが難しそうな道ですね。この辺りは細い道がとにかくたくさんあります。ここを曲がってみましょう。細い道ですね。この花はアジサイです。6月の梅雨の時期にきれいに咲く花です。ここは空き地。ここは草があって歩けないので、こっちから行きます。ここは空き家です。日本では今、空き家が問題になっています。持ち主の人が亡くなって、誰も住まなくなった家がそのままになっています。細い道に車が出てきましたね。運転が大変そうですね。こっち側は広いですが、こっち側はもう車は通れないですね。こっちに行ってみましょう。細い道はワクワクしますね。まあ、普通の道でしたね。細いので Google マップに載ってないかなと思ったら載っていたのでびっくりしました。ここは幼稚園です。幼稚園というのは小学校に行く前の子どもたちが行くところです。テントが立っていますね。多分ここで後で地鎮祭をするんだと思います。地鎮祭は家を建てるときに土地の神様にこれからここに家を建てますのでよろしくお願いしますと安全をお祈りするものです。地鎮祭
この漢字は土地の地。この漢字は鎮めるとも読んで、神様などに怒らないで静かになってもらうことを言います。これはお祭り、フェスティバルですね。日本では中古の家を買うより新しく家を建てる人が多いです。日本の家は30年ぐらいでダメになると言われているので、なかなか中古の家は売れないです。中古の家は売れないので、土地を売るためには家を壊して更地にする必要があります。更地というのは家が建っていない土地のことです。更地にするにはお金がかかります。さらに更地にすると土地の価値が上がって税金が上がります。なので結局お金がかかるので、誰も住まなくなった空き家をそのままにしてしまう人が多いようです。ここはゴミ置き場ですね。日本では家の近くにこういうゴミ置き場があります。ゴミを決まった曜日の決まった時間に持ってきます。そうするとゴミ収集車が来て運んでいきます。ここの道は曲がっています。ここは緩やかな坂ですが、まっすぐ上がってきて、ここで曲がって、またその先はまっすぐの道が続いています。最初に言いましたが、前に武田神社に歩いていく動画を作りました。武田神社は戦国武将の武田信玄が住んでいた館、家なのですが、この道はそこに行く通りの一つでした。敵が来た時に備えてわざと道を曲げたと書いてありました。よく見えなくするためだそうです。それから昔は馬に乗って攻めてきたので、馬の勢いを落とすために道をわざと曲げているとも聞いたことがあります。他にも何箇所かこういう道が甲府にはあります。畑がありますね。これはアパートです。集合住宅にはアパートとマンションがあります。聞いたことがありますか？これはアパートですね。アパートは2階建てぐらいで、マンションほど大きくないものです。アパートの方がマンションより借りるのが安いイメージがあります。ここは学生が多いのでアパートが多いです。これはこの辺の家の地図ですね。住んでる人の名前まで地図に書いてありますね。もう今はこういうことはしないので、これは古い情報です。これは火事の時に鳴らす鐘ですかね。で、これはお堀です。ここを掃除している人たちがいますね。
多分ここの自治会の人たちだと思います。年に1回ぐらい集まって一緒に掃除をしたりすることがあります。私の自治会でも年に1回みんなで排水溝の掃除をしています。ここは小学校ですが、ソフトボールをしていますね。こういうのがさら地です。あら、この道は何でしょうか。一度も行ったことがない道なので、ちょっと行ってみましょう。一本奥の道に出ただけですね。でもまださらに道があるので行ってみましょう。その前にちょっと宣伝です。皆さんは、日本語を話すときに自信がありますか？もし日本語の発音や日本語のリズム、網羅ですね、それからピッチアクセント、そしてイントネーションに自信がなかったら、私のコース、Japanese Phonetics with Fumi がおすすめです。あいうえおの一つ一つの音から丁寧に勉強していきます。そして月に2回ライブ配信で皆さんの質問にも答えています。今は人数が少ないのでたくさん質問できますよ。皆さんの参加をお待ちしています。speakjapanesenaturally.com で検索してみてください。リンクを概要欄に貼っておきます。では戻りましょう。綺麗な花がいっぱい咲いていますね。畑でしょうか。畑っぽいですね。ちょっと急に人の家の庭に入ってしまったような気がしてきたので、やっぱり戻ります。ここはパン屋さんです。まだ朝早いので閉まっていますね。この辺に来ると家が減ってきましたね。橋です。渡りましょう。ここは川です。あの人はゴミを捨てに来たんですね。ここは売り地ですね。でもこの木すごいですね。この隣の家は空き家です。この隣の家があるので、あの土地は売れないかもしれませんね。この先にちょっと面白いものがあります。これです。お地蔵様なのですが、牛の国地蔵というそうです。牛の国というのは昔の時間の言い方です。牛の国にここに来て
恋のライバルを呪い殺すお願いをすると聞いてくれるそうです。怖いですね。日本では生まれた年をねえ、牛、とら、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いと動物を使って表します。同じ12の動物を昔は時刻と方角にも使っていました。牛の刻というのはここですね。草木も眠る牛蜜時という表現があります。これは牛の刻を4つに分けた3つ目の時間のことです。今の時間では午前2時から2時半頃のことです。この時間は人はもちろん草や木も眠っている時間、つまりお化けや幽霊が出る時間と言われている時間です。小さかった頃、この時間まで寝られないでいると本当に怖かったです。今もこの時間帯はあまり好きではありません。なので早く寝るようにしています。はい、では今日の動画はここまでです。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。この子たちは野球部の子ですね。多分中学生です。まだ朝早いですが、試合に行くんだと思います。偉いですね。